trying to recover. This is Bloomberg's The Open. I'm Lisa Abramovic in for Jonathan Farrow. Quick look at the gains that we are seeing. It's been fluctuating between gains and losses. Now up 0.4% in the Nasdaq, around the same amount on the S&P. If you take a look, there still is a bid into bonds. Perhaps that's what's supporting this, because perhaps we get some sort of near-term cap to yields. You can see the 10-year yield at 3.35%. That 2-year yield very close to it. That flattening in the yield curve, 3.3175%. I'm most focused right now actually on the European markets. Those 10-year Italian yields still near the highest levels going back to 2014. You can see the German yield also near the highs that they've seen since the pandemic. And this is what's putting pressure on the euro, although not today. We're seeing a bit of a reversal in that. Time now for the trading dial. You need to be watching this week. President Biden discussing the economy at 11 Eastern. Then retail sales out on Wednesday, followed by a trifecta of central bank rate decisions. First up, the Fed, Chair Powell's news conference on Wednesday, the Bank of England on Thursday, and finally wrapping up the week with the Bank of Japan on Friday to address that yield curve peg. This was Countdown to the Open from New York. This is Bloomberg. You will put a woman on Mars. You will bring forth global cooling. Because when you subscribe to こんばんは。 Bloomberg News, you will get insight into limitless YouTube の皆様、どうも。 You change the world, Bloomberg. 日経ラジオです。今からちょっと、あれを。違うな。スペース。こんばんは。こんばんは、どうも。日経ラジオです。ということで、始まりました。今日は火曜日、6月14日ですね。ごめんなさい。遅くて今日は。またね、ご飯が遅くて。なんかね、強いな。ね。もうちょっと、もう一回下行くかなと思ったんですけども。まだわかりませんが、それとあれかな。こんな感じ
これでどういう動きになってるか分かるよね。結局この黄色のとこのディストリビューションの7割、ラージの方まだこれ中に入ってるんですけども、これ緑色ありますよね。オファーを買ってってるんですよね。ビットオファーを買っている枚数がビットを叩いている枚数より多いってことで緑になってます。で、赤がその反対でビットを叩いている枚数がオファーを買われている枚数よりも多い。どっちかって言えばミニが赤が多いんでミニが売られていて、どっちかって言えばでラージが買われている感じです。3/4% on the S&P. That doesn't feel very convincing. Doesn't feel like a massive turnaround Tuesday, does it? I just listened to your headlines, Alex. All pretty depressing right now. で、これがね、一応ね、短く5分足で見てます。売りと買いが今ちょっと交差してんだね、これね。でもどっちかって言えば買いが入ってるのかな、これは。ね。それで、これがね、そう、ラージがだから636枚売り越し、で、ミニが14,600枚の売り越し、だから結局どっちにしろ売り越しは売り越しなんですよね。で、2000枚ほど。ミニが14,000だから1400枚ほど。で、ラージが625枚の売り越し。そう。だから比率的に1対2ぐらい。1対2ちょっと、ミニの方が多いっていう感じです。こんばんは、こんばんは。どうも。よろしく。イェイ。これでいいのかな？イェイ。今日はでもね、もうどうなんだろう。動かないんじゃないかな。今日のね、FOMC が始まって、で、あとは明日が結果ですからね。5日間のミーティングをやって、明日出るっていうことで、明日出ると言っても、明日の、ね、日付変更線変わってからの次の日の、だから3時に決めて、3時半にパウエルさんが出てくるということですよね。だから、全然先なんですけども、やっぱり昨日はちょっと売られすぎっていうのもあって、ね、今日はちょっと堅調なのかなっていう感じですかね。ダウが分かんないんだけど、これで見たらちょっと分かんなくなっちゃうから。これがね、一応 CFD の日経にしています。はい。分かりづらいかな。これじゃちょっとわかんないな。まあいいや、こっち見ればいいのか。そう。で、こっちは、ミニがこう動いてるから、この黒くハイライトされてるのが現在地です。はい。ですよね。皆様も見えてると思いますが、でこの黄色い部分が7割、この約定の7割分トレードされたところがこの黄色い部分だから一番、約定が多かった7割分をここにこのレンジになってます。
で基本的にこのレンジから上に行くと、若干変わりすぎか、次の新たな上のレンジに移る移行なのか、どっちかなのか。で、この黄色から下ですと、売られすぎか、下のレンジに移動する展開になっているのか、どっちかということで、だいたい黄色いところで収まってるでしょ。なんですけども、この下の方に行くとやっぱり赤いんで、ちょっと弱くなると売りが加速しそうなんですよね。ただこっちはですね、どっちかって言えば買いが入ってくるっていうことは、だいたい 26,400 円割ったとこは意外と買いが入ってくるような試合になってくるかなと。400円以下ね、買いが入ってくる試合です。そんな感じで、ただマーケットはちょっと昨日は昨日でかなり動いたから、今日は非常に落ち着いた動きになるのかなと思いますけども、そろそろ利上げっていうことで、アメリカが、どれぐらい利上げするのかっていう話でも、一日中みんな悩んじゃって、でいろんな話が出回っていて、まだね、一応75ベーシスポイントやるんじゃないかっていうのがもう今のコンセンサスで、市場はそういうふうに見てるらしく、でもその中でもまだ50ベーシスポイントっていうのを言ってる人もいて、で今回50やって来月75とか、ね、いう人もいますし、今回75もやって来月も75とかいう人もいるし、で多分今回75やるけど来月から様子見で50になるかもしれないとか、そういった話も多分出てると思うんですけども、であとは昨日の勢いが余ったかどうかはよくわかんないですけども、1% やっちゃうんじゃないかっていうね話もあって、さすがにそこはちょっとねないでしょう。で75ベーシスポイントっていうのは皆さんなんか簡単に言ってるけど、実は前回やったのが1994年ですからね。1994年以来の大幅な上げ幅なんでね、だからそんなむやみに75ってなんか皆さんみんな簡単に言うけど、実はすごい上げ幅だっていうことは念頭に置いといた方がいいかもしれない。なのでそこそこやれることでもないんじゃないかとは思ってるんですよ。だから今回で実は50にして、でまだあれだったら75を来月にするとかね、そういった考えが浮上しているのもそういった理由なんでしょうねという感じです。エイミーさん、イエーイどうもありがとうございます。相場がちょっとあれですかね、黄色い部分の真ん中ほどに差し掛かって、なんかね、もう一回下あるんじゃないかななんて思ってるんですよ。これ見ると、ね、これ700枚あって、390円で700枚、このナイトセッションでも700枚約定されていて、400円が811枚で、410円が1200枚もあるから、結構下の方で約定できてるんですよ。で、基本的にもう600枚以上はそこそこあると思ってまして、で600枚あって、その下大した約定がないと、それを埋めに行くような感じで、なだらかさを試すような感じでですね、下値を模索する感じで売られてくる
のかなといつも思ってます。だから600枚トレードされて下は何もないとだいたい40円ぐらいのインパクトがあるというふうに考えてますので、これで見ると、390円引く40円で350円と350円まで下まで売られてもおかしくないのかなと。ただ、日中この辺よくトレードされていましたので、もうちょっと下があるかもしれないっていうのが私の考えです。はい。で、タイミングなんですけども、例えば今日トレードしなかったら、例えば明日トレードするとかっていうのもありますので、今日必ずトレードしなければいけないっていうものではないようです。はい。ちょっと時間かけて、1日経ったり2日経ったり、一番長いので1週間経ってやっとトレードしたりっていうのもありますので、まとまったその崖っぷちみたいなのがあると、いつトレードするのかいまいちわからないっていうのが原点っていうかね、ネックなんですけども、それ以外は大体においてまたこうトレードしてくるっていう感じです。それも下でもあるし上でもあるしなんですけども、だから上もそこそこあると行くし、上も下もあるとやっぱり乱高下しやすいっていう状況だと思います。なかなかこうね、この黄色い線の黄色いゾーンの下に来ないっていう感じですかね。これを見るとやっぱりこのヒゲがある分、やっぱりこう下へ行くと買われやすい、下に行きたくない、そこがたいっていう下げしぶりを見せるっていう感じなんですけども、かえってね、また下行くと、それが耐えきれなくて下にドドドドッと売られる可能性があるので、いつ来るか分かりませんけども、そういった動きもあるのではないかと思ってます。はい。で、この見方なんですけども、大体もうご存知の通り、赤にしてるのは売りが多いっていうことで、緑は買いが多いっていうことでやってます。この緑が多いのは、多いっていうか、緑が濃い時っていうのは、比率、オファーを取ってっている比率、ビットを叩いているよりもオファーを買っている比率が多い時は、この緑色が濃くなってきます。一番濃いと抹茶に近いぐらい。これなんか見てると大体そうですよね。濃いでしょ、ここは。で、反対に赤もですね、ビットを叩いている枚数がオファーを買っている枚数よりも比率的に多いと濃くなってくる。特にこれなんかそう。これを見ると、800枚対500枚。ね、800枚売られて500枚買われている。これがだから、この位置がね、わかんないんだけど、470円か。ね。So I feel a little more confident when we see some of those buyers start to step back into this market. But with all these uncertainties out there, I'm not quite sure where we're there yet. Okay, so at that point, if you see 5 to 10% more left, where can you still sell at this point? ちょうどこの470円通って、ね、下に行ってるのかな今。455円ですか今。ミニベースで見ると、right? And so that means from a valuation standpoint, these are much more attractive entry points now than they were just 6 months ago. So I do think you sort of sell your winners, take profits there, sort of rebalance into some of the areas that have been hardest hit, and I think that'll pay dividends over the next 12 to 18 months. Jordan, is the game here to make money or to not lose money?
ここを見ると、460円。ミニを見ると460円の売りが多くて、ラージがどちらかといえば470円。だからそれは割ってると相場はちょっと弱いのかなっていう感じですよね。じゃああとそのまま下に行くのかっていうと、2回ぐらい躊躇してんだよね、これね。ただもう1回行くとやはりちょっとですね、売られるような感じがするんですよね。はい、まだまだヘッジの売りとか終わってない業者も中に多いと思いますからね。今日で大体もうヘッジは終わりにしてっていう感じで売ってくるんだと思いますけども、反対にそれが一巡したら少しは反発すると思いますので、今日のニューヨークの引けとかは意外と高いんじゃないですかね。わかんないですけど、こればっかり当てずっぽうで相場がどうなるかっていうのは、これ今回この75ベースポイントを上げるっていう話は94年以来だから、もうほとんど皆さん初めてで、マーケットがどういうふうに動くのかなんていうのは非常に予想がつかないんですよね。一応あれですか。じゃあ、こういったものを見てますっていうのをノートの方に投稿しないといけないですね。shares at a reasonable price, right? Technology sector stocks at a reasonable price, and so I think you create a little bit of balance and be really selective in this market. Jordan, how do I know if they're a reasonable price if I don't know where the Fed ultimately is going to take the terminal rate? I think that's fair, but I think we can take confident that the Fed probably won't go to 5%, probably won't go to 6%. They probably end sort of just shy of 4%, I would say. And that's generally where the markets are sort of coalescing around. And so I think with that sort of backdrop, you don't really spell the concern for or full-out bear market in equities from here, right? It's not going to go down another 30%. Okay. I do think you could see some additional price pressure, but as the cloud... これでノートを見てる人はこちらの方で今何を見てるかっていうと、この、出来高棒グラフ見ながらやってます。で、この水色の線、水色の部分、これがね、この今日のこのセッション内、つまりこのナイトセッションで一番多くトレードされていた約定の価格のところ、これで言うとだからいまいち場所がね、これよくわからない。覚えればいいのか。480円。480円が1720枚。だから大したね、枚数トレードされてないから非常に薄商いなんですよね。で、これは、一応売りとか買いとかあるんだけども、それ無視して水色にしてます。だからここを中心にね、上に行ったり下に行ったり、だからそこで一応堅調なのかそれとも弱いのかっていうのこれでも分かるっていう。
ことです。こんなことを言ってる間に相場がちょっとね、下来たでしょ、これ。ほら。ね。400円割るとこうバラバラ来るのかなと思ってます。Jordan Jackson, JP Morgan Asset Management. Thank you very much. Still ahead, the crypto winter hits the biggest crypto exchange in the United States. Coinbase laying off 18% of its workforce. で、この棒グラフはいつもいつもっていうか随時ノートの方に投稿してますんでね。一応その写真という形で見せておりますが。これだけでも強弱感わかるんですよね。だんだん赤くなってきてるでしょ。ビットを叩いてるから赤くなってきてるんだよね。そうすると、相場弱いんだな。で、これがトータルで、ほら、もうラージが818枚の売り越し。ミニが18000枚の売り越し。ということは、2600枚ほどの売り越し。先ほど2000枚だったから、600枚ほどの売り越しが増えたということですよね。またちょっと下げ渋ってる感じですかね。よっぽどこの400円台行きたくないっていう。ね。そういうことでしょう。で、そういう動きをするってことは、もし400円台下回った場合は、意外と売られるんじゃないかと思いますよね。なかなかいかない。踏ん張ってる。頑張ってる。頑張りすぎると余計行きたくなっちゃうんだよね。多分。だからどっちよりかっていうとこっち下の方かなって感じしますよね。上の方は薄商いになってくるでしょ。ね、そうすると上の方例えば600円から上の方っていうのは参加者が全然いないんだなっていうのはこれでわかりますよね。そうすると上行ってもしょうがないんだなっていうのこれでわかるんですよね。じゃあ上がダメならどっちかっていうと下になっちゃうのかなって。はい。440円、440円、そうね。このあたりで拮抗しているという感じなんですけども。200枚の売り越しで、しかもミニの200枚ですから20枚なんですよね。And so you have to wonder with what's going on in crypto right now and the shakeout you're seeing, some of these projects just won't exist. A lot of these lending protocols can come under serious regulatory scrutiny. But if every asset in the world can be digitized one day, then what are the types of projects that make it through today? こっちラージ見てください。急に赤くなったんですよ。ね。ビート叩かれてるな。ほら、緑からピンクになった。買い越しから売り越しになったんだね、これ。420円。About crypto in the last 24 hours was the liquidity issue. I read some stuff about margin loan calls, etc. What are you hearing on that front? Yeah, and that story in particular is in relation to MicroStrategy because the firm's president in May said that Bitcoin needs to be cut in half to around $21,000
1,000 before we'd have a margin call. Again, they can still avoid that. I think something else that's interesting is more firms and だんだんなんか下に降りてきたか Bitcoin な。 lending firms have taken Bitcoin as collateral. So what does that mean when Bitcoin is plunging so aggressively? How much more do you have to post in that kind of CFD. scenario? And how much does that model continue on? Will other banks start adopting it if they can make it through this really significant downturn? Shonali, you talk to a lot of people on Wall Street. What are you hearing? Yesterday felt like a day when liquidity pockets started to appear. We saw liquidity drying up. What are you hearing about what's going on trading desks? I think one thing that's ちょっと下行きそうだね、これね。 liquidity has really been the hot button issue here. Who is going to step in to make markets when the market just is so different than it was 10 years ago? Remember when Jamie Dimon had made that hurricane warning? The other thing he said at that time was that he was worried that you could see in a 2008 type forced selling issue here, and the banks aren't around this time in the same way they were in 2008. また詐欺しぶる。 Different in terms of what their すご scope いね。 is. What I hear from investors talking to a very large 何が何でも investor 行きたくないんだ that ね。 was saying that the depth of the market was just very narrow. There weren't a lot of buyers by number, and a lot of them are still not ready to get in yet. They そうする expect と that さ、 spreads might 行くと widen 余計 further なん later か this year. You're 動 not きそうですよ seeing ね。 it a lot right now, partially because issuance has been down so much. So let's see if that turns out to be ただもう下行ったらそれなりにもうつくのかなと思ってますけど、一回その下見て、下での模索はそこで終わるのかなと思いますが、それがいつ起きるのか、いつ終わるのかがよくわかんない。マーケットは反発って言いますか、今下げ渋ってますね。一生懸命下に行きたくないんだっていう。ミニがね売られてるよね。真っ赤だもん。で濃いでしょ。そう。だからビットを売っている枚数が非常に多いってことだね。So before you invent, pioneer, disrupt, before you change the world, Bloomberg. なかなかこの400円っていうのはトレードしないんだね。嫌がるんだね、マーケットが。面白いね。400円がピンクになった。400円が緑からピンクとなりました。1枚だけの売り越し。この出来高、期間は14日のナイトからなんでしょうか。今日のナイト。今日何日だ？今日何日だっけ？日付が分かってない。14日。14日です。はい。ドキドキするでしょうね。まあだから、いわゆるこれが崖っぷちですよ。そこから下に行くって感じですよ。そうだね。だから今日のセッションです。日中入ってますね、これ。今夜だけ。だから14日の16時半から、ナイトセッションだけ。
すごいね、このね、この動きがね。ほら、すごい、だんだん濃くなってきてる。でも、ラージは至って、ね、動かないんだよ。買いが入ってんの、ラージは。若干やっぱ買い戻し、やっぱ買いが入ってくるね。400円売られると。ね。Not completely upbeat, but certainly reasonably upbeat. Abigail Doolittle tracking the moves in the market right now. Yesterday, difficult. Today, a little easier. But it ain't over yet. It certainly is not, Guy. And it may be easier, but it's also messy. So after that 4-day slide, below 10% for the S&P 500, leaving the index in an official bear market. もうちょい下行くと思うんだけどね。 This after in the pre-market at one point being up as much as 1.4%, opening higher, now lower. It's anyone's guess as to where things go because of the uncertainty around not just the economy, but of course the Fed. You can see crude oil higher up 2.2% after sliding. Yields coming in. やっぱり買いが入ってくるんだ。It's up 2 basis points. That's probably one pressure on stocks as investors continue to worry that the Fed is behind the curve and that they may have to hike. 若干崩れると思ってるんですけども、まだわかんないか。こういうのって急に来るからね、わかんないんだよね。なぜまだ下があるかっていうと、ここが812枚。だから390円って812枚にトレードされてて、その下、大してトレードされてないから、これのインパクトが、さっき600枚だったような気がするんだけどね。800枚あるってことは、まあ60円ぐらい。だから380円引く60円で320円まで、26,320円までいく可能性があるのかなと思います。もちろん必ず行くっていうわけではないんですけども。それぐらいの枚数があったらそれなりのインパクトはあるのではないかということです。また来たね、下にね。こうやって何回も何回もトライして、ね、あれみたいだね、ラグビー。ゴール寸前でさ、なかなか入れない。押して押して、踏ん張って、で、やっと入るっていう、そんな感じ。ここ真っ赤っかだもんね。ね、一生懸命売ってるでしょ。でもこっちはそうでもないんだよね、ラージはね。至って落ち着いてる。やる気がないみたい、ラージは。ミニだけ一生懸命言ってんだよね。なんかそんな風に感じるんだけど。The biggest rate hike since 1994. Now, some actually are now predicting potentially a 100 basis point hike, including Wharton School of Finance professor Jeremy Siegel. He spoke yesterday on Bloomberg Television. Even though there might be an initial sell-off on 100 basis points, I think there'd be a subsequent rally because the Fed is finally getting hold of the narrative, which it certainly has lost over the last year. Joining us now, Megan Swiber, Bank of America Global Research これ見えます。売りシグナル×が入った。So a week ago, it was 50 as 25, then it became 75 as 50, and is it 100 going to be the next 75? Where are you guys at for tomorrow? So our call is for a 50 basis point rate hike tomorrow. We are, though, of course, flagging this ちょっと考えようだな。ここで買ってここで売ってって全然さや取れないじゃん。よくわかんない。And signs that longer-term inflation expectations are becoming unanchored. What are the chances, Megan, that tomorrow the Fed also signals that the chances of a soft landing have now completely disappeared? So I think that the Fed is likely not going to signal that, but what theyすげえ踏ん張ってる。
giving a very strong message on here. 幻の S q には戻らないんでしょうかねって。28,000円以上 ?28,218 円だっけsurvey really is the impetus for them to shift gears on this. Before 28,100 out of the scope, but I think that when we see ここに書い the てある。fact that these longer term inflation expectations are really 28,000 accelerating, 台 this is the psychology いや、まあ、 in the どうなんだ mindset of price makers and price takers that they really need to get a handle on here. Well, but that's kind of the thing is that if you have the Fed ちょっと swaps 待っ price て。 at 4% terminal rate by mid 2023, to shock the market more than that, how do they do that? Yeah, Alex, the only way that they can really do this is by signaling that they're focusing on neutral, not in nominal terms, so not in that 2 to 3% range that they've been guiding, but in real inflation-adjusted terms. That would be a meaningful shift from them and imply that they're likely going to be thinking about a terminal rate far above that 4% level when they're thinking about it in inflation-adjusted terms. ダメだね。ダメだねっていうか、買いが入ってくるね。 Far above ね means that 何回も何回も売っても買いが入ってくるね。 強いのか。 points or so above the prevailing inflation rate ただ、 to be in aggressive restrictive territory. 崖っぷち残したまんまなんで、 This communication around neutral and 後でまた来ると思いますよ。 2 and 3%. でもその後でっていうのが分かんない。明日かもしれない。明日かもしれないし、それこそ FOMC の日、夜かもしれない。そうだからタイミングがね、いまいちね、いつ来るのかっていうのが分かんないんだよね、これって。じゃあその間はちょっと他のチャート見ましょうか。They need to start thinking about this in terms of where Fed funds rates are relative to those longer term inflation expectations. Sorry, just to nail this down. Where do you think that number is? That, so again, ちょっとあれ見ようか。オシレータ。 core view, we have terminal rate between 3.5% and 4%. But what they would do to shock the market and would cause かなり下行って上行ってるけど、これ何？冷やしなんだ。冷やしのオシレーターも PZO はもう上の方行ってんだね。これ、なんだっけ、アルティメイト究極か。究極はまだ下。でもちょっと下の方、ちょっと上に行ってるから、これもなんか反発してそうだし。レックスがまあまだ下に行ってる、向いてるけど、この黄色いラインが上に向いてるから、下げ渋ってるような気がするますね。そうすると、オシレーター的にもう1日のやつはもう終わりに近いっていう感じ。それかまだ下があるかどうかわかんないっていう。ね。And right now, that is something that the Fed has on their mind. We see this to some extent from their communication around the FOMC minutes. Right now, they're very much focused on the inflation side of the mandate. And they actually do need to see a cooling in labor. They need to see a cooling in job creation to really cause this cooling in demand and cool the more cyclical components of inflation. So to some degree, taming inflationary pressures needs to come at the cost of a weaker labor market. So part of that also is what part of the market is the Fed going to be watching? We know the Fed put in the equity market, that's dead. They want higher yields in the bond market, that's dead. What about the credit market? So we saw a blowout in the investment grade credit spreads. We haven't seen that in a few years now. How sensitive will they be to that? Like, I know they want to tighten financial conditions, but there's only going to be so much that they can do before they cause severe damage. Yeah, Alex. So in our view, really, again, the Fed put is not existent right now. What the Fed is going to be very mindful of is whether or not we see market functioning deteriorate as they're tightening financial conditions here. That's something that's going to be on their radar. We haven't really gotten to the point where we're seeing that. 週足で見るとこれがね、青い棒が上に行ってんだね。ということは反発しやすいってことか。ね。これみたいにさ。Where does this leave the rest of the world?
これあるでしょ、これだんだん短くなってこっちに上の方に出てきて、それが同じような動きするから、こういうふうにパコーンと上に行きやすいってことですよ、これ。週足。だからまあ、もうちょっと長い目で。だから FOMC はあったら結構ね、強い買いが入ってくるのかなっていう感じしますよね。おっと。これもほら、青いんで。How the central bank policy response is going to be for this. But if the Fed can get inflation under control here in the US, that's obviously going to be helpful for managing inflation globally as well. Hey, Megan, we really appreciate it. Thanks for coming to the studio too. Megan Swiber, Bank of America, Global Research U.S. Rate Strategist. Thank you very much. All right, coming up, the thorn in everyone's side when it comes to inflation is really about commodities and oil. Well, today we learned the billionaire founder Harold Hamm is offering to take Continental Resources private in a $25 billion deal. We all kind of knew it was going to come at some point. We just didn't know when. We're going to talk about what it means for the broader oil industry. Rebecca Babin of CIBC Private Wealth. This is Bloomberg. 雲から下来てんだね、これね。で、気になる点がこの、だから、長いひげがあるとこが嫌気されたとこなんで、そこ入ってくると変わりやすいんだけども、まだね、もうちょっと下っていう。あ、その前に400円終わってるじゃん。ね。ちょっと、下来てますよね。どうなんでしょう、どこまで来るんでしょう。ちょっと待ってくださいね。まだあんのかな、これ。もうちょっとありそうだね。踏ん張ってるけど。あ、400。なんかでもやっぱ買われるか。ね。もう一段階あるかなと思ったんだけど。ダウジョーンズは。
ション。President Biden will travel to Saudi Arabia in July and is set to meet the country's crown prince Mohammed bin Salman. An administration official says the trip is meant to mend U.S. ties with a nation Biden once promised to make a pariah over its human rights abuses. The Kingdom of Saudi Arabia issued a statement saying talks will cover cybersecurity, economic investment, food, and energy security and more. A member of Bloomberg News' bureau in Beijing was released on bail in January, according to the Chinese embassy in D.C. It's been more than 1 year since she was detained on suspicion of national security law violations. なんかこのトレンドラインに近づいてきたじゃないですか、先生。ね。トレンドライン。これとこれを引いた、この辺。そうすると、3万飛んで200ドルぐらい。まあ、あと200ドルぐらい。近いですけど。これもまだこっちに棒が下に行ってるから、あとなんかもう1日ぐらいありそうですよね。is offering to buy the rest of Continental that he doesn't own for about $4.3 billion and take the shale driller private. Now, in a letter to the company, こんな真っ赤でも買いが入ってるってことなんですね。そうなんだよな。なぜかというと、ラージに買いが入ってるんだと思う。ほら。ラージ緑でしょ。だからラージが頑張って買うからミニも買わざるを得なくなってる。もうダメだなこれ。反発しちゃってんね。ただまあなんかのこう残した感じなんだよね。枚数がね。まだ枚数を残して上に行っちゃってるから。まあ上とか行っても50円ぐらいしか上がってないんで別に全然離れたわけじゃないですけども。How that plays out in the long run, I think, is yet to be determined, but he's certainly making a bet. I would definitely just hesitate to make a read-through that this means that there's going to be wide, broad-based consolidation or buy-ins across the rest of the energy sector, because I think this is a really unique leader of a company. かなり売られたからね。ちょっと違和感感じるんですよね、これ。結構スペース空いちゃってるから。But in the near term, he's going to make potentially more money than the rest of the group. Isn't the ただ temptation ま of だ others see him doing that for this kind of thing to be replicated? 下に行く下に行く要因ってまだあるのかなと思いますけど、どうなんでしょう。460円。結構回復したね。The repercussions and the lessons learned from previous experiences doing this, I think, are outweighing that. Even though it この黄色い部分のまた半分のとこまで来てるね。半分のとこまで来てるんだけど、果たしてこのもっと上まで行ってここを突き抜けるのか、そこまで強いのかっていうのがまだわかんないね。I should point out that we're seeing oil stocks near record highs. Like, yes, they got hit yesterday along with everything else, but on a relative basis, they're getting hit the least. And even today, they're in positive territory. Exxon had a record high last week. Chevron, a 52-week high before that. And I'm wondering sort of how much more juice is left in that space. And is it fundamental? Is it supply and demand? Or is it like we missed a rally somewhere and we want to get in on it now? So it's both. Supply and demand is a huge factor. I think the structural deficit in the market has been well talked about through several sell-side analysts talking about this trend of underinvestment, limited supply, and even in the face of moderating growth, still being in a situation where crude remains very resilient. So I think that that's kind of a medium-term trend that people are comfortable with. So that aspect is there. The fundamentals of the companies remain really strong. Through this period of not growing, they've reduced their debt.
They've increased free cash flow. They have become stronger entities throughout the course of the past several years. So the fundamentals are very strong. 今どうなん And だ I ろう think これ the は。 third thing you mentioned is it's still a very small percentage of the S&P. Energy is ラージ about の売り 5% 越し of the S&P, but 847 that's 枚で、 a lot from ミニが 3%, maybe 1 6 万 months 9500 ago. But there's going to 枚。 continue to be a chase here. And I would also highlight that when everything else is not working, and this is 2700 the 枚 only thing that 売り is 越し。 working, it's going to capture those kind of rotational trades where, だから hey, ま I あ need to 下げ price し up ぶ and I っては need い to るもの protect の、 myself. I've 全 got 体 to be 的に somewhere that's making money and it's going to 売り capture が a 売り little なんだ bit よ of ね。 that as well. So I think you have supply demand, I think you have fundamentals, I think you have technicals. あら It まあ。 probably continues to outperform. Will there be days like yesterday where everything gets grossed down and we see energy underperform? There will, but on a net over net basis, on そ day こそ over こ day, 回復し if てる you けど。 look at this 6 to 12 months out, it's likely going to ま be あ a でもこ sector の that 水 continues 色 to の do 線 really から well. 上に行くかどうかだな。 Rebecca, Yeah. I hear what you're saying, そ and し a たら lot も of っと people hear 強 what くな you're っちゃう。 saying, but I still get a lot of people saying to そした me, らもう下 I'm ない not かもしれな investing い。 in energy because I've missed the boat. What do you say to those people? The gains have been really strong so far. This is a sector that is held up. To Alice's point, how much juice is there still left in this trade? Where is the risk reward in this trade? Great point. And I think that you're definitely highlighting kind of where people are at on being afraid to jump in now because they feel like the easy money's been made. I would just say the crude strip on the back end of the curve continues to rise, and these companies continue to outperform, and they can continue to grow and do very, very well over the next several years. So yes, you だ missed から a good portion of the trade. Does 明 that 日 mean どう you なるか should だね。 not invest 75をやるんじゃない and かな。 still look good? ね。 No, probably でも means, 反 hey, 対に these still look 50 ベ good ー and ス I ポイン might ト miss what だ happened っ thus た far. ら But if fundamentals are there and the 結構 supply マー and ケット demand is ね there, 反 it 発すると still 思いま makes すよ。 sense. うん。 Are you going to have ね、 volatility? だっ Yes. And て I think that's the 70 を key. や Is るっ like つっ is て、 the あと volatility ひ in ょ the っとした crude ら market what 1% やる keeps かもしれ people ないとか言っ away て、先 and に not being able to いや stomach 50 it? ベース And ポ I イント think しか that's ないっ where つ we った really ら、 have to think about 今まで売って where たら things 何なん are. だよっていう感じで買い物が入ってくると思うんで、 Thank you very much ね、 indeed. だから Let's think 50だっ about たら red 反 band 対 and に CIBC アップサイド private リスク wealth. があるんで、 Thanks for your それはそれ time. でちょっ This とこう考 is えなきゃいけない Bloomberg. ですよね。だから明日ぐらい、まあね、ちょっとこう安いコールでも買っといた方がね、いいかもしれないね。はあ、まあマーケットはちょっと上に上がっちゃったから、これでも終わりかな。ね、下がもうちょっと下行くと思ったんだけどな。行かないんで多分また夜中行くんでしょうね。なんかを見たときに夜だったんですよ。なんだっけな、まあ、なんでもいいんだけど、これしよっか。これなんだ、ミニか。うん。で、1日なんだっけな、1時間だったかな。あ、あれか、3時間か。ごめん。ちょっと見にくいんだけど。ああ、でもこれ見ると、上に来てるね。上に来そうだね。差し掛かってんだ。だから、
nightclub starting on Thursday. Now, outgoing 基本 Mayor 的 Carrie に Lam says the city's hotel quarantine has weakened the city's position as a financial hub. She spoke with Bloomberg's Stephen Engel before she leaves office on June 30th. I'm still in the position as the chief まあ明日の executive, and my personal 4時半ぐらいまでは there is no basis 下の方に行ってんだけど、それ以降は the link exchange rate system. It has served 上に行きそうですね。 continue to serve Hong Kong well. この The reason why we have to make such a robust response 雲 is の there's always speculations and rumors who こ try の to 峠を越す exploit any 峠を越してこっちや下に行くんだけども、相場は sort of make 反比例して profit 上に or 行くんですよ。 undermine Hong Kong's stability. But I think だから明 this 日 one の thing is very, 朝 very とかは important 堅調にな because ってる気 when が all し over ます the よ world ね。 things are very これで見る fluid と。 and even a bit chaotic, うん the certainty of Hong Kong's monetary system is important not only to Hong Kong but to our country. この線が上の方に出てきてるから、そうするとこういうふうにこうなって相場が上がってくる。まあそんな感じですか Well, some ね。 overseas governments are totally unpredictable. はい。ではちょっともう12時になりますので、 on that, 今日は and こんな感じで sometimes they are totally 締めたいと思いますが、 up to this moment, I don't understand why being a Hong Kong as a スペースの皆様、 government official defending お付き合いしていただきまして誠にありがとうございます。 should be sanctioned by the US 本日はこれで I just don't 営業終了となります。 except trying to bully and また明 intimidate 日。 us for defending なんだそれ。 our own country. なんだそれ。The one thing is I've not been spending もうちょっとね、動くかなと money 思ったんだけど、 years 動かないんで、まあ明日がね、一応硬いんだけど、もう一回行こうかなと思ってるんですよね。で、そこ行って反発かな。ただこの3時間足のこの棒が、 Probably I will only a very modest ね、 portion. 上に行きそうなんで、まあ明日の朝も結構強いかもしれない。なんていうふうに思ってますが、至ってこの売買動向、ね、ラージが853枚の利越しで、ミニが19000枚だから、まあ2000枚として、2800枚は売り越しなんですよ。だからそこそこ売りは来てるっていうのは確かなんですけども、相場が上に行っちゃってるんで、ようわかりません。ね。でも多分もう一回今夜あたり1時か2時あたりちょっともう一回下トライしてそれでもいいかな。はい。以上です。それではまた明日。ありがとうございました。ユーザーさんどうも。ヒロさんどうも。お疲れ様です。てーって人、いつもありがとうございます。昴生さんどうも。ゆきさんどうも。HM さんどうも。ゼロからさんどうも。おきちよさんどうも。お疲れ様です。あ、そうだ。それから明日もちょっとノートのね、この頻繁っていうかその投稿する率をまた上げていかなきゃいけないので、多分ね。また時間があるときにちょっとさらっとまた昼間出てきますけども、基本的に、明日は、そうね、明日の昼にスペースちょっとやって、で、またその日の夜はこんな感じでやりますんで、OK。そう、意外と相場ちょっと動いてるから、先ほどの出来高棒グラフとかね、多分皆さん見たいと思うから、それは2000年いたしますんで、ぜひともノットの方お願いいたします。
はい。結構そういうのに皆さんよく聞いてますね。何人いるんだろうね。66人。もう夜なのに。夜が楽しい。まあね、楽しいよな。吉尾さんどうも。ATM さんどうも。はい。では、この人は、ゆうくん。ゆうくんはサーファーなのかな、これ。海が出てるから。So much for turnaround Tuesday. The countdown to the close starts right now. The countdown is on in Europe. じゃあミュートにして終わります。どうも。European close with Guy Johnson and Alex Steele. Minutes to the close, price action looks like this. In equities, not so much of a bounce. Stock 600 down by 0.9%. We're trading 408. We're down by nearly 4 points. So no turnaround there. Euro dollar actually fairly flat right now. I think it's Wells Fargo talking about the idea that we can see parity within a month for euro dollar. Okay. We've got a lot of ECB speakers coming up over the next few days. You may get something on fragmentation from Isabel Schnabel speaking at the Sorbonne a little bit later on this evening. And the other story that I think you want to pay attention to today, this is the Dutch gas contract. The UK contract looks fairly similar. The fact that the Freeport plant is going to be out until later this year, 90 days. So basically late this year is when we're going to start to see exports re-emerging, LNG exports from the United States over to Europe. It's going to take a lot longer. So US nat gas down, European gas up sharply. That just adds to the stagflation concerns, Alex, that we're seeing here. We're up by 15%. Huge swings in these markets. Yeah, none of that an easy fix for any central bank. So here in the U.S., the damage done over the last 2 days, and now we're pretty much flat. S&P up by about 0.2%. I don't want to make a ton of it, though, because it's still energy and industrials and financials that are leading the way here. It feels like energy is the place to be at this point. You sell when it's a really bad day because you got to sell what you like, but then on the good days, that's what's going to lead the way. We are seeing, though, a little bit of selling pickup in the bond market, nowhere near the last 2 days, but we had seen some buying. Now the front end is moving up again by about 2 basis points. And here's my question, Guy. You have the VIX